回は DIY で作ったクイックシフターを紹介するよ。ウプ主がレースをやってた1990年頃、アンダーカテゴリーのレースでもクイックシフターは一般化し始めた。当時はバトルファクトリー製のバトルシフターが有名どころだったね。その後ストリートでも改造アイテムとしてクイックシフターやその機能を備えたサブコンを使うライダーが多いよね。最近のバイクではフライバイワイヤ制御でシフトアップもダウンもクラッチなしのペダル操作だけで変速できるようになってるね。さらに今ではペダル操作をしなくてもオートマ的にシフトアップとダウンまでしてくれる機構も現れてるね。とはいえ旧車である NSR 用としては今新品で買えるデバイスって多分ないと思う。有名どころのバトルシフターも2022年に販売終了してるしね。そんな中たまにヤフオクなんかで中古品が出品されてるケースがあるけど、いい値段で取引されてる割にうまく動作するかはわからない。とはいえ構造というか考え方としてはそんなに複雑じゃないから自作でクイックシフターを製作してみたよ。今回製作するのはクラッチ操作なしでシフトアップするタイプだよ。汚いメモ書きだけど回路としてはこんな感じでオートメーションリレーとクラッチ、ペダルの2つのスイッチで構成してるよ。製作のポイントは大きく分けて2つ。1つはシフトアップ時に一瞬転下を切るための制御部分と、もう1つはシフトアップ時のペダル操作の検出部分。まず転下を切るための制御装置で、これは単純な構成でオートメーションリレーを1個使うだけだよ。転下を切るための機構も単純でサイドスタンドセンサーの制御にかますだけ。つまりシフトペダルの操作を検出したらオートメーションリレーで一定時間サイドスタンドが出てるよう振る舞って転下を切るって仕組みだね。制御としては通常リレーのノーマルクローズでスタンドが入っている状態にして走行する。そしてシフトアップ操作の検出でペダルスイッチが閉じて設定時間スタンドが出てる状態に振る舞って転下を切る。ただ停車状態でニュートラルを探すようなペダル操作をするケースではこの制御で転下が途切れるとエンストしちゃう。対策としてリレーへの信号ラインをノーマルクローズのクラッチスイッチ経由にする。こうすることでクラッチを切った時にはリレーへの信号をカットして転下カットをキャンセルできる。問題はシフト操作の検出方法で安定してシフトペダルの動きを検出できる方法を試行錯誤したよ。2台ある ZX10R それぞれにクイックシフターを取り付けてるからまずはそれを参考にする。1台はダイノジェットのサブコンと組み合わせた専用スイッチ、もう1台はスズキ系のサイドスタンドスイッチを流用した機械的スイッチ。それらを参考にして最初に試したのがリードスイッチを使ったものだね。シフトロッドの車体側エンドに磁石をセットして車体にリードスイッチをセット。スズキ系サイドスタンドスイッチの代わりにリードスイッチを使ったイメージだね。だけど1足2足と3足以上でシフトロッドの動作量が微妙に違うみたいで、1足に合わせると3足以上はシフトロッドの動作が小さくて検出できない。かといって高速ギアに合わせると低速ギアでギクシャクする。ということでこの方法はお蔵入りだね。次に試したのがフィルム型の圧力センサーを利用した方式だね。これはフリー状態で無限大の抵抗値から軽く押すと抵抗が小さくなってリレーが動作する程度の電流が流れる。これを使って一般的なシフトセンサーに近い雰囲気のセンサーを作ってみた。センサーの構造はこんな感じで、円筒形のケースの中にフィルム型の圧力センサーを仕込んでペダル操作でセンサーを押すことで動作させてるよ。センサーの配線穴から覗くとこんな風にプッシュボルトが動くのがわかるよ。細かなところではケースの深さ調整用ワッシャーを入れたり、プッシュボルトにスプリングを挟んで押し込み力の調整ができるように工夫してるよ。
なんとなくダイノジェットのシフトセンサーに似た感じで悪くないルックスだと思ってるよ。参考までにセンサーの蓋になる部品はドレンボルトを流用してるよ。M12 のピッチ 1.25 のボルトを自作しようと思ったけど、一部の車用のドレンボルトがこのサイズだったりするね。ドレンボルトの磁石を外してフランジ径や奥行きを調整したよ。これでシフトロッドの動作量に影響することもなく、安定してペダル操作を検出するようにできた。問題点としては、自作センサーを動作させた時、プッシュボルト周りにガタがあって少し首を振るような動きになる。この動きが原因でシフトロッドに曲げ方向の力がかかってネジの根元部分で曲がっちゃった。シフト操作自体は大きな力が必要なわけじゃないけど、足の動きとしてシフト操作後にもペダルに力をかけちゃってるんだと思う。それで力がかかる部分で一番弱いロッドのネジ部分が曲がるって現象になる。今の対策としては、シフトロッドをナットタイプのものにしてセンサーケースに密着させて弱い部分をなくす形にしてみたよ。今後はガタが出ないセンサーの構成なんかの対策も必要だね。ちなみに部品代だけで見るとすごく安価で、オートメーションリレーは Amazon で800円程度、フィルム型の圧力センサーも Amazon で700円程度。シフトロッドは手元の余り部品を使ったけど、作れば材料は数百円ってとこだね。自作センサーのケースに加工要素があるけど、材料としては数百円、蓋になるドレンボルトは800円。クイックシフター全体の材料だけで見ると3000円はかかってないと思う。一連の動作の確認をしてみると、シフトペダルを操作すると一瞬リレーが動作してるのがわかるよね。このオートメーションリレーで使うモードは P1 で、入力信号を受けたら設定した時間、出力信号を切り替えるという機能だよ。ここでは設定時間を 1.5 秒から 0.08 秒に切り替えてる。設定時間、つまり点火カット時間は 0.01 秒から 0.01 秒刻みで調整できるんで細かく設定できるよ。ただ少ないボタンで機能の選択や時間を設定するから使い勝手はいまいちかな。回路のところで説明したように、クラッチを握ると機能を無効にできるんで、普通のシフトも違和感ないし、ニュートラル探しも問題ないね。ちなみにサイドスタンドスイッチが生きているってことは、リミッターは生きてる状態だね。一応 BGM 付近にリミッターの解除、非解除のスイッチは取り付けてるけど街乗りしかしないから、いつもリミッター非解除状態だね。実際にバイクを走らせて動作の確認をしてみるよ。メーターの上に小さな LED をつけてて、これは本来サイドスタンド警告灯だけど、ここでは点火カットのインジケーターとして光ってるよ。つまりこの LED が光った瞬間に点火カットが働きシフトチェンジしてる。1速から2速のシフトアップではシフトショックが大きいからアクセルを少し戻してるけど、2速から6速まではスムースにシフトできるね。点火カット時間は 0.08 秒にセットして問題ない感じだけど、いろいろ調整すればもっとシフトフィールを向上させられるかもね。今後はシフトセンサーに使ってるフィルムタイプの圧力センサーの耐久性がどの程度かの確認をしていこうと思ってるよ。安価な部品とちょっとしたアイデアでバイクの機能アップができて、なかなか満足度の高いモディファイになったよ。これからも DIY カスタムの情報やノウハウを動画にするから、チャンネル登録しておいてね。